こんにちは、数学エロです。今日は代数機械における不分岐という概念について話していきたいと思います。不分岐っていう概念はですね、エタールコホモロジーの理論にもめちゃくちゃ出てきます。例えば、エタール社っていうのは不分岐であってかつフラットっていう条件になります。フラットっていうのは平坦のことですね。なんでこの不分岐っていう概念っていうのは、よく出てくるわけですね。もしくは代数的整数論においても不分岐っていう概念はめちゃくちゃ出てきますよね。なんで、今日はねその不分岐っていうのが一体どういう概念なのか、その定義とあとはいろんな例をね見ていこうかなというふうに思います。はい。ここに不分岐の例じゃねえや。ここに不分岐の定義を書きましたけれども、定義がねよくわかんないなんて人も後で例を見てね、その大体どういう定義かっていう大体どういうものなのかっていうのも例でね見ていただければなと思います。微分化群がよくわかっている人は、これが微分化群のことを意味してるってことを思ってください。でこの微分化群のその X っていう点でのストークを見てるということを、考えてみてください。そしてこれが定義なんですけれども、ここでですねローカリーオファイナルプレゼンテーションってあるんですけれども、代数定応体の件においてはこれっていうのは、ローカリーオファイナルタイプと同値になります。一般のスキームで不分岐を定義したい場合にはローカリーオファイナルプレゼンテーションっていうものについての、概念になります。では、例を見ていきましょう。一つ目の例ですけれども、x っていう代数定応体がこっち側で y っていう代数定応体がこっち側だとします。そしてですね、ここから x 成分への、斜影ですね。この x 成分への斜影っていう斜において、ここのどこの点が分岐しててどこの点が不分岐なのかっていうことを、5秒だけねちょっと考えてみてください。5、4、3、2、1。はい。ということで、ここでですね分岐している場所っていうのはこことここになります。なんとなくわかる。なんとなくこことそれ以外の場所っていうのがなんか区別されそうだなっていう直感は働きますよね。なんかこう逆像がこっちは2点だけどこっちの逆像は1点みたいな、そういうなんかものになってますよね。なんとなくこことここっていうのは区別されるものだっていうことが認識されるかなと思います。では次の例を見ていきましょう。はい、次の例はこれです。x が、こういう3次関数、そして y っていうのがこの x=0 という y 軸のグラフだったとしましょう。そしてこのプロジェクションっていう斜を考えたときに、ここの点のどこが分岐しててどこが不分岐なのか、これをまた考えてみましょう。さっきのね例を元に予想してみてください。5、4、3、2、1、0。答えはこことここになります。ここが分岐している場所ね。ということで、これが例です。ではもう一個例を見ていきましょう。はい。次の3つ目の例は、今度はさっきはね曲線でしたけれども、今度はこの球とこの平面を見ていきましょう。そしてこの球面からこの z=0 に影を落としたっていう斜影を考えてみたときに、どこで分岐してるか、これをまた考えてみてください。5、4、3、2、1。正解はこの赤道の部分ですね。この赤道の部分、ここがラミファイドになってます。はい。この例見てみると大体どういうものになってるかなっていうのは察しがついたんじゃないでしょうか。あともう一個だけ代数多様体じゃない例も見ていきましょう。代数的整数論の例も見ていきましょう。はい、4つ目の例。今度は、ガウス整数間のスペクトラムからスペック Z への自然な斜を考えてみましょう。どこが分岐してるかまた考えてください。5、4、3、2、1。はい。多分変な誘導しちゃったんで間違ったかもしれないんですけど、本当答えはですねここだけです。ここだけ。ここがラミファイドになってます。さっきの例を見る限りなんか3とか7とか11も分岐してる点なんじゃないかなって思ったかもしれませんけれども、ここはですね分岐してるわけではありません。ここは不分岐になってます。
で今回話すことっていうのは何かって言いますと、このまず1つ目はその不分岐な場所の計算方法、そして、なんでねこういう場所も不分岐って考えるのか、そういうことについて話していきたいと思います。はい、不分岐な点を見るために、一つのね不分岐なところを計算するためにある一つの完全系列を用います。その完全系列というのは次のようなものです。第二完全系列、 A を間として B を A アルジェブラとします。そして相手のその B のイデアルとします。そしてこの B を I で割った間を C としておきます。この時にこのような完全系列が得られます。ただしですね、ここのデルタっていうのはこの微分によって定義されるような写像のことになります。そしてですね、今回使いたいのはここの計算が実はここのコカーネルで計算できるよということですね。ここ自体が計算しづらかったとしても、この B っていう計算しやすいものをうまく取ることによって、こっちのね双方が計算しやすいがためにこっちが計算できると。そしてこの微分化群計算することによってそのアンライファイドの定義を思い出してください。微分化群使ってますよね。なんで、これで微分化群計算してそのストークが0になるところを、考えるわけです。じゃあさっきの例2を見ていきましょう。はい、さっきのこの例でしたけれども、これっていうのは次の漢順動形に、対応します。次のような漢順動形に対応すると。はい、そして今回の場合どこを A としてどこを B としてどこを C とするかっていうと、ここを A としてここを B としてこれ全体を C としておきましょう。そしてここの微分化群見たいんであればここの微分化群見たいんであれば、こことここのコカーネルを見てあげれば、ここの微分化群ここの間の微分化群が計算できると。では実際にやってみましょう。これのコカーネルですけれども、まず、ここですね、ここなんだけれども、今ですねこの右側見てください。kxy オーバー kx の微分化群ってことはなんですけれども、kxy っていうのは kx 上の y についての一変数多項式間だから、この微分化群っていうのは dy っていうのを自由規定に持つ、kxy 自由化回数1の kxy 自由化群になります。そしてその B 乗 C をテンソルしてるから、この dy っていうのを規定に持つこれ自由化群になることが分かります。そしてさらにここからここへの、写像っていうのは微分する写像ですね。なんで、これどういう、計算になるかっていうと CDY 割るこれということになります。そうすると間違えました。この A じゃなくてこれ Y ですね。ちょっと取り直しはしないんですけど、ここを X じゃなくて Y にします。はい、訂正しましたので、続けていきましょう。ここですけれども、今 dy っていうのは0になるわけですね。ky を変えないわけだから、ky については、微分して消えるっていうものなんだから dy は0になります。そうするとここっていうのは、このような、化群になります。そしてですね、これはどういうものに同型かっていうと c 割る 3x2 乗足す1で生成されるものに同型になりますよね。そしてこれだから as c モジュールですね。as c モジュール間じゃないのでそこは気をつけてください。そして、この C ですけれども、これ C っていうのはこういう間でしたね。だからこれっていうのはどういうものになってるかっていうとこのようなものになってます。そしてですね、これがその微分化群であるっていうことが今計算できましたね。これが微分化群でした。なんでこの微分化群がこうやって計算できてるわけですから、こいつのストークが0になるところまた0じゃないところ、これをその不分岐分岐ってことになるわけですよね。そしたら、これを含む素イデアルにおいては不分岐ではなりませんよね。でこいつを含むわけではない場合には、その素イデアル P で局所化した場合にはこいつは0になっちゃいますから、それは不分岐になると。なんで分岐する点っていうのはこれの代数的集合になるわけですね。すなわちこのようになりますね。分岐点の集合っていうのはここの代数的集合になるわけだから、このようになります。今回票数は適当に3じゃないとしておきましょうか。
そうするとこういう風になりますね。ってことはじゃあこの中で x 座標がルートプラスマイナスルート3分の1の場所っていうのはこことここですよね。よってこういう2点が出てくると。だからここがラミファイドポイントになるわけですね。同様にしてですね、エグザンプル1とかエグザンプル3とか計算できますので、ぜひね、試してみてください。であとエグザンプル4も今計算してみて、それさっきのね直感と合わないっていうところを実際に見ていきたいと思います。さっきの、代数的整数間の例だと、この z から zy っていうのはどういう単純同型に対応しているかというと、こういう単純同型に対応していました。そしてこれを A、B、C の順番で適用させてあげると次の完全系列が得られます。はい、このように完全系列が得られます。そしてですね、ここですけれども、こことこのカーネルで計算できると。そしてここはさっきと同じようにですね、このようになります。そして、こっち側ですけれども、この像っていうのは 2xdx になりますから、ここの微分化群っていうのはどうなるかっていうと、だから ごめんなさい、2xdx ですけど、係数拡大 zy の中に入れてあるから、これは 2idx ですね。だからこうなります。そうするとこれはこのようになります。なんでこれのその分岐する場所っていうのはこいつを含む素因である集合だから、次のようになります。一車載の素因であるこれだけになるわけですね。よって、ここだけが分岐するというわけです。じゃあなんでここがその不分岐で考えるかっていうことですよね。これなんですけれども、これはね次の例を見るとよくわかるんじゃないかなと。次の2つの例を見ると、ここがねこことかこことかここが不分岐であるっていうことがよくわかると思います。なんでちょっとあと2つ例を見ていきましょう。今まで話したことっていうのはこの、不分岐な場所、分岐している場所の計算方法ですね。あと次はここがなんでここがね不分岐っていうふうに捉えられるのかっていう話をしていきます。一つ目の例ですけれどもこちらです。x2 乗と y2 乗イコール1っていうのを x として、y っていうのをこの直線とします。y イコール0 in r ですね。そしてですね、この分岐する点っていうのは皆さん、こういうふうに考えると思います。この2点がラミファイドな場所だと。なんで他の点はアンラミファイドだって考えるのが自然ですよね。で、ここでですね、この 2っていう場所の2の場所の逆像を考えてみましょう。2っていう場所のこの5はですね、ここなんですけれども、古典的な代数機関の中ではこれに対応する点っていうのはないわけだけれども、スキームの中にはねあるわけですね。これ何かっていうと、対応する点っていうのはここですね。x-2y2 乗足す3と。こういう点があるわけですけれども、ここを皆さんは、不分岐してるっていうふうに思いたいですよね。なんでかっていうと、これを C まで係数拡大するとここっていうのは2点になるわけです。それを図に書きましょう。こんな感じで、その R の中ではここが1点だったんだけど、 C までその自分のメガネを広げてみてみると、ここって実は1個じゃなくて2個が重なって見えてたんだっていうことが、実はここって 2個が重なっこの2つの2点が重なってこうなってたってことが、言えるわけですよね。なんででこっちは他のこのマイナス1以外のところが逆像が2点になっているようなものですから、ここは不分岐って考えるのが自然ですよね。でこっちは、その見る世界が R だったから、この2点がくっついて R になってるという点なんで、これ1点なんだけど逆像が1点なんだけどなんか不分岐というふうに考えるわけですね。でここのそのイナーシャデグリーっていうのを見ていきましょう。相対次数で、実はその係数拡大すると2点出てくるっていうところは、実は、相対次数っていうのが関わってきます。ここの相対次数っていうのは何かっていうと、今ですね、ここの2つの相対次数っていうのは、状態の拡大次数のことですけど、これ2になるわけですね。その2っていうのがこことここに現れてるわけです。はい、なんでこの相対次数っていうのが実は、
相対次数の分も実はその点のそのファイバーの個数としては、カウントするわけですね。そしてその相対次数の分だけこのかぶさってると。そしてまあ適当な係数拡大するとその2つが分離されると、そういう現象が起きてるわけです。もう一個だけ見ていきましょう。もうちょっとこの点に着目した例を見ていきます。今、単位の有限次拡大を考えてそのスペクトラムの間の、斜っていうのを考えておきます。そして一つ目の例としてここがセパラブルエクステンションだったとしましょう。今これ逆像1点ですよね。 K の逆像は1点なんだけれども、適当に係数拡大することを考えましょう。そうするとどうなると思います？十分大きいところで係数拡大するっていうのは例えばこの L を含む分離拡大までその係数拡大したとしましょう。そうするとですね、こうなります。この L っていうのはもともと1点だったのがこう分離されてですね、このスペックオメガっていうのがいくつか出てくることになります。その個数っていくつになるかっていうと、これちょうど L オーバー K の拡大次数こう出てくることになります。これっていうのがここの相対次数っていうのはちょうどその L オーバー K なわけだけど、その L オーバー K っていう相対次数個だけこう分離して出てくるわけですね。だからこの逆像は1点って計算するんじゃなくて、このイナーシャデグリー倍してこの逆像の点をカウントする必要が出てきます。もう一個、じゃあ今度はここがセパラブルエクステンションじゃなかったとするとどういうふうなカウントになるかっていうのを見ていきます。ちなみにですね、ここ係数拡大してこうなる理由っていうのは中国式乗定理を使うと分かります。この単拡大になるわけだけど、その単拡大の原子要素の、最小多項式っていうのは分離多項式になるわけですね。だからそれを係数拡大したとすると、互いにその一次式の積に分解されるから、中国式乗定理を使ってこうなります。で次こっち見ていきましょう。今度は準非分離拡大だったとしましょう。そしてですね、これスペック L とスペック K っていうのを考えるわけですけど、これ係数拡大してこれ間違えた。これ形状ですね。形状係数拡大してください。だからこうですね。だからガンマはなんか L のアルジェブライッククロージャーとかにしておきましょう。そうするとですね、なんかこういうものになるわけですね。係数拡大するときにこっちはなんか x-t の p 乗根の p 乗で割ったよっていうようなスペクトラムになる。つまりこれはノンリデューストなものになるわけですね。これ飛躍かリデューストに飛躍化するとちょうど1点だからもともとも1点なわけですね。これ1点です。だからこれはポイントです。ポイントでこっちもポイントだから、これはちょうどもう何もどうやって代数拡大代数平方まで分離したところでですね、これ1点のまんまなんだね。だからこの分離拡大っていうことをすると、このくっついてたやつをバラバラにすることができるわけだから、この分離っていうのは多分僕はその名称が由来じゃないかなというふうに思っているんですけれども、とにかくそういうことになっていると。だからさっきのスペック ZI とスペック Z の対応を見たときにですね、この、それぞれの相対次数見てみてください。1たす i のところは相対次数1なんだけど、3とか7とか11のところって相対次数2になってるんだよ。だから適当な係数拡大することによってその3がねこう分離されるんだよね。だそこが出ててね、そこがね不分岐っていうものの、奥深いところだなというふうに僕はすごく感じている次第でございます。ということで、なんとなくですねこの不分岐っていうものの、定義の奥深さというのが分かってもらえたらなと思います。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。